先が旬のね食材ではあるんですけれども、今自分もねまだたくさん売ってると思うので、スナップエンドウのだし浸しですね。ダダダーン。沸騰してるお湯に入れて、で50秒。けどスナップエンドウやっぱり味が少し入りづらいので、ここで濃いめのだしを作ってですね、それでしっかりつけていくと、なんか優しい味というよりはしっかり味に仕上がりますね。やっぱり甘いんですよ、もともとが。だからこの塩味のあるだしとこの甘さが口の中で一緒になりますよね。なんかフレッシュな感じ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、おつまみですね。おつまみとか副菜とかそんな感じかな。スナップエンドウのだし浸しですね。はい、スナップエンドウのだし浸しってあんまりないと思うんですけど、表面が要は水吸わないじゃないですか。だからあんまり味入らなそうなんですけど、結構ねしっかり味が入ります。で、春先が旬のね食材ではあるんですけれども、今自分もねまだたくさん売ってると思うので、安かったら買ってぜひ作ってもらいたいメニューですね。では早速作っていきましょう。まず材料紹介ですね。スナップエンドウ、かつおだし、薄口醤油、酒、みりん、塩ってすごく素朴な材料ですね。じゃあまずスナップエンドウを下茹でしますね。スナップエンドウは沸騰しているお湯に入れて、約50秒ですね。50秒ぐらいでちょうどいい。スナップエンドウってねちょっと茹でるの難しいんですよ実は。茹ですぎるとちょっとふにゃっちゃって美味しくない。で茹でないで生の部分が残ってるとやっぱ青臭すぎてですねちょっとえぐいんですよね。火入れが浅い方が食べづらくなっちゃう。だけど食感は攻めたい、そこですよね。なので50秒。まず火を沸かします。火を沸かせない、火を沸かします。で色味を上げるためにお塩。スナップエンドウを調理するときにここ取りますよね先にね。で先取るんですけど、取るとこの中にお湯入るんですよ。で水を切るときに切りきれないですよね、この中の水が。なのでこのまま茹でます。このまま茹でて茹で上がったら取ってだしにつける。で当然ですけどだしが今回は中に入ってるので中からも味がするんでしっかり味になるっていうことですね。いいにかなってますね。そうですね。でしっかり沸騰させたらここでスナップエンドウ入れていきます。で50秒。ちょっとこういうふうに浮いてるのがあったらね少し沈めてあげたりして、この部分だけ生になったりするんですよね。一瞬で色変わるんですもんね。はい、50秒経ったんで火を止めて切ります。ちょっとね、要は穴が開いてないから中の気圧が上がって少しポスポスって音がしますけど、パーンまでいかないと思うんでビビらずに頑張ってもらいたいですね。で水冷やします。急冷。スナップエンドウってちょっと分厚いので表面の温度が下がったと思っても中の方まだ熱かったりするんですよね。だからこの状態でね冷水の中につけてしばらくこのまま置いておきます。では次に、だし浸しなんでそのつけるだしですねを作っていきますね。小鍋にかつおだしで酒、みりんで続いて醤油でお塩。結構ねたっぷりだからこれだけペロって煮立てた後に舐めると結構しょっぱいですね。だけどスナップエンドウやっぱり味が少し入りづらいのでここで濃いめのだしを作ってですね、それでしっかりつけていくと、そうするとなんか優しい味というよりはしっかり味に仕上がりますね。スナップエンドウのエピソードとかってあったりしますか？誰に似たの？どういうのが欲しいの？話としては噛んだらなんか中に虫入ってたみたいなやつ？どういう食べ方がおすすめか？いや今おすすめしてるんでちょっとなんとも言えないところですけど、普通はでもね湯がいてマヨネーズとかで食べるのが多いんじゃないですか。サラダに入れたりね、だからそれだとやっぱり飽きちゃうんだよねちょっとね。炒め物とかも美味しいですよ。はい、あとちょっとかなりね衣つけるのめんどくさいんですけどカツも美味しいんだよね。今ねもちろん肉で巻いたりするけどね、
しばらく煮立ててアルコール分をしっかり飛ばして、お塩を溶かすって感じですね。で火を止めて小さいボウルに移しますね。で当然ですけどこのままつけちゃうとせっかく締めたスナップエンドウにまた火が入ってっちゃうので、この状態を冷やします。大きめのボウルに氷張って、時間がある時はねこれまず室温に戻してその後冷蔵庫とか入れればねいいんですけど、急ぐ場合はこうやって周りに氷張って、なかなかね家庭用の冷蔵庫だと氷たくさんね取れないんで難しいと思うんですけど、こうやって回すのが一番早いですね。これ割とねすぐ冷えます。これねただ冷えるだけのね動画を見てるのは全然面白くありませんから、今日は冷やしておきましたね。はい。で今キンキンに冷えております。でこれで、つけるだしは出来上がり。じゃあ最後に冷ましたスナップエンドウの水気を切って鞘の部分をね外していきますね。だもうこういう保存容器をしてもらって、でここでふきもうを繰り返す。こうやってねたまにねピッて両方いっちゃうんですよ。これはしょうがない、諦めてください。それだけ逆に言うと太いってことなんで。そしたらこうやってちょっと均等にねできるだけこうフラットに高さ揃えたい、こういう感じで、できるだけ平らにねこう高さが同じになるように。じゃあここにあとはさっき冷やしただし汁を注いで、こういうふうにだし汁入れたらちょっと浮くので、そうすると上の部分がちょっと浸かりづらいんですよね。なのでラップを落としてこういう状態、要はラップとスナップエンドウの間に、このだし汁が入り込んで上にも触れてる状態を作ってあげるってことですね。このように落としラップしたら、ラップ貼ってあるんでね蓋しなくてもいいんですけど、この容器蓋がついてるんで、この状態で、一晩冷蔵庫の中ですね。はい、そしたら一晩つけたものと今入れ替えましたが、ラップ外して、わずかですけどやっぱりちょっと茶色がかってるんですよね。そのだしのこのお醤油の入った液体がちょっと染みてですね、わずかですけどちょっと茶色くなっている。じゃあ使ったものを盛り付けていきたいと思います。ちょっとした小鉢にね少しずつ取って食べるっていうのもいいですね。1日そうですね 3,4 本ずつ食べ続けて、3日ぐらいはいけるんじゃないですかね。はい、どんどん味は当然濃くなってきますけどね。で液体も一緒につける。こんな感じでね完成です。ツヤツヤしてますね。当たり前ですけどね。いただきます。50秒茹でですからね。やっぱりしっかりと食感が残って、やっぱり肉厚じゃないですか。で甘いんですよ、もともとが。だからこの塩味のあるだしとこの甘さが口の中で一緒になりますよね。ちょっとだけほのかに甘じょっぱい感じになって、なんかフレッシュな感じ。スナップエンドウ時期ですからね、ぜひ安いうちに買っていただいて一回このだし浸し作ってみてください。ごちそうさまでした。